今回は新米を土鍋で炊いてみようというテーマでお送りしたいと思います。はい。皆様は新米、新米に限らずお米を土鍋で炊いたことありますでしょうか。もしないという方でしたら、今回この動画を見ていただければ正しい土鍋でのご飯の炊き方マスターできます。また土鍋でご飯を炊いたことがあるという方には、今回この動画をぜひ見ていただいて、もしかしたら何か気づきがあるかもしれません。ですので、この動画を見て、これが正しい土鍋でのご飯の炊き方、そういったものをですね、知っていただきたい、そのように思います。それではまず土鍋は何がいいんですかということで、まずですね、土鍋は熱伝導率が低いんですね。なかなか暖かくならない。ですのでじんわりと熱が加わっていくお米にですね、そのことによってお米の甘みを引き出すことができるというのがまず一つ。そしてこの土鍋というのはですね、蓄熱性が非常に高いんです。ですので蒸らしの時間のところで今度はですね、お米のうまみを引き出すということができるというわけです。ですので理想的な炊き方ができるわけですね。日本の炊飯器ですけれども、非常に性能が良くて美味しいご飯が炊けます。その日本の炊飯器は実はこの土鍋を目指して、もうその土鍋のことをいろいろ研究してですね、作られていたりします。有名なところでですね、日本のメーカーのタイガーさん、そのタイガーさんの炊飯器の中のフラッグシップモデルとして知られているご褒美炊きシリーズ、なんと本物の土鍋が中に入ってます。すごいです。ですから土鍋そのものと言ってももう過言ではないというか、土鍋入ってますからね。そのぐらい、土鍋ってやっぱりいいんですね。はい。ではですね、ここからはですね、新米をですねまず買ってきてやってもらいたいこと、そして、どんなお水を使うのかな、そういったところをですねこの後説明していきます。前回このチャンネルでやりました、新米の炊き方で、同じ説明をさせていただいておりますので、前回の動画をご覧になった方は、ここのですね、ところから見ていただくと無駄なく見れるかと思います。では丸1、お米を買ってきたら、お米は精米をするとそこからどんどん酸化していっちゃうんですよ。ですのでお米をまず酸化させないというのが大事なんですね。まずお米を買ってきてですね、ビニール袋に入ってますけれども、ビニール袋から必ず何か違う入れ物にですね移し替えてください。ビニール袋は空気がすごく取っちゃうんですよ。なんでかというと、輸送中に爆発しないようにですね、わざわざ空気を通すちっちゃい穴が開いてるんですね。ですからあれはダメです。酸化していっちゃいます。僕はですね、いつもお米を買ってきたら、1回分をですね、1回炊く分を測って、このようにジップロックに入れて、でこれを冷蔵庫の野菜室に入れています。それが一番いいです。ジップロックでなくても、例えばこういったペットボトルですね、こういったものに入れてもいいです。要は空気を遮断するというのが大事なんですね。丸2、お米の洗い方。お米をですね計量カップで正確に測ります。でこれは計量カップですね。お米の計量カップ、普通の計量カップと違いますけれども、計量カップにお米を入れて、このようにですね入れてみますね。で1合、でこれで2合ですね。それでは今度お米を洗っていきますけれどもね、研ぐんじゃないのって思うかもしれません。昔はお米を研ぎました。
しかし今時のお米は精米技術が随分良くなっているので、もうぬかが残ってないんですね。ですので研がなくてもいいんです。洗えばいいです。はい、では洗っていきます。使うお水についてお話をします。一番最初に洗う時のお水、そしてですね、実際に、土鍋に入れて炊く時のお水、これはいいお水を使ってください。ミネラルウォーターか、このようなですね浄水器のお水を使うようにしてください。その時にですねちょっと注意してもらいたいことがあるんですけれども、軟水のミネラルウォーターを使っていただくのが、いいんですね。硬水はねダメなんです。このエビアン実は硬水なんですね。ですのでエビアンはダメです。はい、で日本の水道水、これはほとんど軟水なので、大丈夫ですね。では一番最初に洗う水ですから、これは僕は浄水器のお水を入れてます。ざっと入れてさっとさらっと洗ったらすぐに引き上げます。ここでですねあまり長いこと、水につけているとこのぬかがですねまた中にお米の中に入っていってしまうので、ぬか臭いのがですね入っていってしまいますので、ここはすぐに引き上げるというのがポイントです。で今度は2回目の、洗いに入るんですけれども、この時に使うお水は普通の水道水で大丈夫です。はい、では入れてで、手をこんな感じでですね10回ほど優しく洗います。はい、大体10回ぐらいですかね。はい、はい、でまたここで、お水を捨てて、はい、でまた水道水、汲んできたらでまた、入れて、はい、12345678910、はい、で引き上げます。はい、ということで、合計3回、洗えば OK です。今度はですね、浸水という作業に入ります。お米を洗ったら、ここでまたミネラルウォーターかこの浄水器の水をですね、入れていきますね。はい、で時間はですね、夏場は30分、冬場は1時間から1時間半、浸水をさせてください。この時間なんですけれどもね、あまりこの長すぎるとでんぷんが溶け出してベタついちゃう原因になります。ですので、今言いました時間を、目安にですね、浸水をさせてください。はい、浸水を始めてから1時間半ほど経ちました。ですのでざるを引き上げます。これはですね冷凍庫に入れておいた浄水器のお水です。水の量ですけれども、最初に測ったお米の体積ですね、それと同じ量で大丈夫です。で水を切ったお米を、土鍋に入れて、今回使う土鍋は、2合炊ける、サイズの土鍋です。そして、同じ量の水、今回は2合ですから360ml で、それに対して同じく 360ml のお水を入れます。ただ、昔から新米は少し水を少なめにして、炊きましょうなんていうことをよく言われてました。ただそれは昔の話で、今はですね新米も古米も、水分量がですね 15% 程度の水分量って決まってるんですね。その水分量で出荷されてますので、あえて水を少なめにする必要というのは今はないです。ただ新米の場合、少し水を吸収しやすいという性質があったりします。ですので僕の場合はやっぱり少し少なめにして
入れますね。大体ですね、これ僕の場合です。1合につき大体 10cc ぐらい少なめにしてます。ですから今回はですね、360ml のお水を入れるのが大体普通だとすると、そこから、20ml、2合ですからね、20ml 引いてます。それをで冷たいお水です。この冷たいお水というのがまたポイントなんですね。では蓋をして、はい、それではこれからですね、いよいよ、火にかけるわけですけれども、土鍋はですね、急激な温度変化に弱いです。ですので、火にかけるときは弱火からスタートさせます。ではスタートさせます。はい、弱火でスタートさせました。大体ですね、2、3分ちょっとこのまま弱火で緩やかに温度を上げていくとしましょう。はい、はい、今大体2分30秒ぐらい経ちましたのでね、ではここら辺でそろそろ火を中火にします。はい。これは2合炊ける土鍋です。このぐらいでしたら、中火でいきますね。これはですね、実際やってみて、火にかけてからですね、約10分で沸騰させる。これがベストなんですね。ですから大体でいいんですけれども、そのぐらいで沸騰させるような、どのぐらいの火加減でやればそのぐらいになるかなというのをですね、経験を積んでもらうしかないですね。はい、はい、10分過ぎました。ちょっと今日は寒いからあれかな、沸騰するまでちょっと時間かかってるかもしれませんね。どうかなってことでこう開けて、でもなんかもうそろそろ沸騰しそうな感じしますね。うん。大体10分ぐらいでいいんですよ。はい。これがですね、あんまり長すぎてもいけないし、短すぎると今度は甘みをちゃんと引き出せないというところで、10分がベストなんですけどもね、今日はちょっと10分よりもかかってますが、多少ですね、かかっても別に大丈夫です。はい。大体10分ぐらい。はい。では沸騰してきましたので、ここで火を弱火にします。はい。でここからですね、弱火で、15分、15分、経ちますね。一応念のためにですね、水残ってないかちょっと見ますね。大丈夫ですね。よし。でここで、10秒ほど強火にします。10秒ほど強火にして止めます。はい、でこうするとおこげができます。おこげいらないっていう人は10秒ほど強火にしなくていいですから、そのまま止めてください。はい。で、そうしたらですね、ここからあと10分間蒸らします。この蒸らしがまた大事なんですね。蒸らしをすることで旨味が出てくるということです。はい。じゃあ10分待ちます。はい。それではですね、蒸らし始めて、から、10分経ちましたので、それではこれから開けますけれどもね、開ける時に蓋についた水滴がご飯に落ちないように注意してください。では開けます。はい。はい。美味しそうに炊けてます。はい。ではですね、ここから今度はほぐしていくんですけれどもね。はい。で、このほぐしというのがですね、すごく大事だったりします。ほぐすことによってご飯にですね、一粒一粒に、空気を触れさせてですね、いくんですね。はい。
僕はこのようにちょっと固めに、お水をですね少なくして炊きましたけれども、このように粒が立ってる感じでですね、いいんですね。はい、はい、それでですね、これから食べるんですけれども、この、土鍋ですけれどもね、おひつの代わりになるんですよ。ですので、全部食べない場合ですね、このまま蓋をしてですね、それで置いておけます。冷蔵庫に入れてもいいですね、蓋をして。はい、はい、それではいよいよ試食です。はい、前回もですねホジソンの塩漬けを乗っけて食べましたけどね、また今回もホジソンの塩漬けをこのようにですね、乗っけて新米を味わってみたいと思います。今日見てもらってこの土鍋で炊くって意外と簡単だなって思ったかもしれませんよね。ぜひチャレンジしてみてください。で今日はこういう2合炊ける土鍋で作りましたけれどもね、僕はですねいつもですねこれじゃなくてこれで作ってます。はい、おなじみの峠の釜飯のこれですね、これで作ってます。これでもできます。ただこれ蓋に穴が開いてないので沸騰してきたらちょっと蓋をずらしていただいて空気穴をですね作っていただいて、でだんだん蓋を閉めていけばいいんですよね。そういうふうにしてねこれ使います。これでね大体1合炊けます。はい、楽しいです。はい、ということで今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。ぜひですね今回もやったように土鍋でこの秋のですね新米の季節最高に美味しいご飯をですね食べていただきたいなと思いますので、はい、また僕の動画見に来てやってください。じゃあまた。じゃあいただきます。